どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、新型 AirPods Pro について、デザインとかね、発売時期、価格どれぐらいになりそうかなっていうところをですね、今回も分かりやすくお話ししたいと思います。非常に気になると思うんですけども、僕が一番気になってます。はい。で、現在のね、AirPods Pro に関してはですね、2019年の10月にこれ発売されたんですよね。ちょうど僕は発売日に買いに行ったんです。覚えてますけど、で、皆さんご存知の通りですね、周囲の音を打ち消すノイズキャンセリング性能ですね。だったりとか、周りの音を逆に取り込むですね、外部の取り込みモード搭載ということで、これ非常にバカ売れしたんですよ。未だに売れてるんですけど、ただこれ登場してからね、もう3年経ってるというところですね。次に多くの方がこれ気になるのは、やっぱり次のね、AirPods Pro 新型。ですね。AirPods Pro 第2世代ですね。なので、やっぱ新型 AirPods Pro の予想されるね、デザインとかね、あと新機能とか、性能面でこんな感じになりそうなっていうところね、出てきてますので、こちら解説したいと思います。もう気になるお値段ですよね。これぐらいになりそうっていうところがね、とその発売時期についてもね、大体もう多分このぐらいじゃないかっていうの分かってるんで、お話ししようと思いますんで、AirPods ですね、この辺あたりをね、ちょっと今買おうかなって気になってる方は、ぜひ最後まで見ることをお勧めいたします。AirPods Pro のね、レビューとかもありますので、今回動画以外も、Apple 製品はじめとしたね、レビューの動画とか、今後どういった製品が出てきそうなのかっていうところをですね、できる限り分かりやすくね、お話ししてますので、特にね、いつも見てるけど、まだチャンネル登録してなかったみたいな方は、ぜひ、横の通知ベルと一緒にね、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。ボタン押してくれましたね。準備大丈夫でしょうか？では始めていきましょう。で、まずはですね、現在の AirPods のラインナップですね。じゃあ、どんな AirPods があるのかっていうのをね、ちょっと簡単におさらいしたいと思います。というのも、新型のね、話につながる部分もございますので、今、Apple の公式で販売される AirPods っていうのは4つありまして、AirPods の第2世代ですね。一番安いやつと、要するにステムっていう棒が一番長い王道の AirPods ってね、やつですね。ここが新しくなった AirPods の第3世代っていうのが去年出ました。最近出ましたね。で、そして AirPods Pro。最後、ヘッドホンになるんですけども、AirPods Max っていうね、これ4つございます。じゃあ、この4つね、何が違うのかっていうところ、ちょっとおさらいしたいと思います。わからんと。そういう声が聞こえてきそうなので、ちょっとAirPods Max だけはちょっとヘッドホンになるんでね、ちょっとそれ以外、AirPods Max は最後ちょっとお話します。それ以外の3つの違いをですね、5つに簡単にまとめましたので、ここを知っとけば大丈夫っていうところをまとめましたので、ちょっと見ていきたいと思います。で、まず1つ目としては、本体デザインとサイズですね。わかると思うんですけども、AirPods の第2世代っていうのは、縦長のケースですね。いわゆる本体はうどんがね、耳から出てるみたいなね、こと言われてましたけど、長めのね、イヤホンになっておりますと。で、それに対して AirPods の第3世代ですね。と AirPods Pro っていうのはサイズ感っていうね、非常にこれ似てます。似てますが、AirPods の第3世代の方が、新しい方が、ちょっとね、ちっちゃいですね。ちっちゃくて軽くなってます。ケースね、本体ともに。で、AirPods Pro のみ、要するに密閉型ってものですね。わかりやすく言うと、耳栓みたいな感じですね。周りの音を、要するに遮断してくれるような構造になってますね。ここは結構好み分かれるかなっていうところではありますけど、で、2つ目違いとしてはですね、操作方法ですね。ありまして、で、AirPods 第2世代は本体をポンポンってね、タップして、音楽の再生とか停止ができるっていうもの。AirPods 第3世代と AirPods Pro に関しては、棒の部分にその感圧センサーっていうのがついてまして、このくぼみを押したりね、握ったりすることでコントロールするってもので、これ結構ね、耳をね、圧迫しないんですよね。なので、非常に便利で、使いやすいかなっていうところはありますね。で、3つ目違いとしては、バッテリーですね。バッテリー駆動時間、再生時間なんですけども、AirPods 第3世代が本体のみで、最大6時間、再生時間ですね。空間オーディオを有効にした場合、最大5時間というところで、で、ケース込みを入れると、全部で30時間使えるということで、一番、バッテリー性能が良くなってます。で、AirPods 第2世代と AirPods Pro に関しては、最大で5時間の、再生時間になってます。ケース込みで24時間っていうのもここも同じですね。で、AirPods Pro に関してはノイズキャンセリング機能がね、ついてる。ノイズキャンセリング機能ついてるので、オンにすると 4.5 時間。で、AirPods、第3世代3と Pro に関しては、5分間の充電で約1時間。使えるっていうね、いわゆる高速充電みたいなのついてますね。この辺はね、充電するの忘れてたみたいな時は非常に地味にね、便利だったりします。で、4つ目違いとしてはノイズキャンセリングと、外部の取り込み機能ですね。これがあるかないかっていうところで、AirPods Pro のみですね、ノイズキャンセリングと、この外部の音、外の音を取り込む、外部の取り込み機能っていうのがついていると
いうところですね。ここが最大の違いかなというところで、個人的に AirPods Pro が使えるその用途っていうかね、範囲が広いので、実際に使ってもいるんですけども、非常におすすめかなと思います。どちらの機能ともにね、3年ほども経ってはいるんですけどね、未だにこの最高クラスの性能っていうのがあるので、これなかなかすごいかな、やっぱすごかったなって。最後5つ目違いとしては、音質と空間オーディオ、音質の部分ですね。で、音質については、もちろん個人差はあると思うんですけども、基本的に AirPods の第3世代が、一番新しいっていうのもあって、低音とか結構強かったりするんで、一番いいのかなっていうところ。ただプロと比べるとそこまで大差はないかなと。ただノイズキャンセリングね、ある分やっぱりプロとかは没入感がね、音楽に浸ってる感じっていうのはね、周りの音が消えるのでありますし、ただね、AirPods 3に関しては逆に周りの音っていうね、自然と入ってくるので、そういったところでは AirPods 3もね、いいんじゃないかなと思います。空間オーディオの対応っていうのも AirPods の第2世代以外は全部対応してますんで、なんで周りの音がね、なんていうか空間的に聞こえる 3D みたいな形で、こっちから音が鳴ってるなみたいなのがわかるんですよね。よりリアリティあるね、音楽とか、映像体験ですよね。なんで Netflix とか、そういったものを対応してますんで、最後 AirPods Max についてですが、一言でね、例えると、本当に AirPods Pro を大きくしただけっていう感じではありますね。AirPods Pro を本当大きくしてヘッドホンにしたみたいな感じなんですけど、もちろんヘッドホンなので、遮音性とかだったりですね、やっぱりあとはもうデザインの美しさというか、本当に所有欲、高級感みたいなところはですね、所有欲を非常に満たしてくれるね、やっぱデザインかなと思いますね。ヘッドホンなので、バッテリー時間は最大で例えば20時間とか、長かったりとか、操作方法もね、ちょっと違ったりはするんですけども、ただその分重いっていうのはあるので、長時間利用とかはね、あんまり向かないかなと思います。結構首のあたりがね、疲れてきたりするんで、ファッションアイテムとしてはね、非常にやっぱね、目立つんで、いいかなと思います。本題のですね、AirPods Pro これ2、第2世代どうなっていくのかっていうところですね。ちょっと出てる情報をもとにね、お話ししたいと思うんですけども、まずはデザインについてなんですけども、ブルームバーグのね、マーク・ガーマ記者によりますと、などによりますとですね、コンパクトのやっぱデザインですね、テストがやっぱされてるっていうところありまして、つまりこのステムっていうね、棒の部分があるんですけども、ここがやっぱなくなるようなね、本体だけのデザインっていうのが結構噂されてたりもしますと。ただその一方でね、最近では、デザインは、今のままとほとんどあんま変わらないんじゃないかっていう話も、出てきたりしてまして、正直このやっぱステムっていうね、棒の部分がなくなると、じゃあどうやって操作するのかっていうところに、ちょっと疑問がありますし、そうなるとおそらくもうタッチ操作とかしか選択肢としてあんまないので、あとやっぱ本体をね、やっぱ小さくするっていうと、やっぱバッテリーとかね、部品を詰めるのってなかなかやっぱ難しい。そこら辺もあるみたいですね。多少もしかしたらね、小さくなるっていうのはあるかもしれないですけども、本体デザインっていうのはもしかしたら変わらないっていう可能性もね、全然あると思います。で、またケースに関しては、AirPods のね、第3世代とか、これ新しいの出たのね、見てるとですね、ちょっとやっぱコンパクトになるんじゃないかなっていう感じはしますね。ケース自体にそのスピーカーが搭載されるっていうね、噂がありまして、つまりケースから音が出るようになるんじゃないかっていうことが言われてます。なんでケースを例えばじゃあなくした際とかに音を出してね、探しやすくなることが、そういったことができるようになるんじゃないかって言われてますね。エアタグとかとね、同じようにやっぱ探すアプリとかで、じゃあ位置情報を知れたりとかね、僕も一回なくしたことあるんですけど、なんでケースとかも探しやすくなるんじゃないかなと思います。また一部でですね、USB-C 端子の搭載のね、話というか、噂もあったりはするんですけども、ただおそらくね、ライトニング端子なんじゃないかなっていう可能性が高いと思います。多分ね、今年の iPhone14 に関しては、まだライトニング継続だと思われるんで、多分最後のライトニング搭載の iPhone になりそうな気もするんですけど、ってことは AirPods Pro もね、おそらくライトニングなんじゃないかなって思いますね。性能面で噂されてるところだとですね、健康系のセンサーとか、姿勢感知するセンサーみたいな噂もあります。詳細はね、正直ちょっとあんまわかんないんですけど、健康に関するですね、そのモーションセンサーですね、動きを関するセンサーとか搭載があるんじゃないかみたいな話ありまして、これあくまで噂なんですけども、例えばじゃあ体温測定がね、できたりとか、体勢ですね、姿勢をその感知するようなセンサーが搭載されるんじゃないかっていうのは、そういった記事があったりもしたんですけども、体温測定に関してはね、例えば Apple Watch のシリーズ8とかでね、結構噂されてたりもするので、正直ね、なさそうな感じするんですけども、姿勢のその動きの感知みたいなところは、ちょっとどう活用できるのかわかんないですけど、iPhone とかApple Watch とか合わせるとね、Apple Watch とか例えばじゃあ座ったままだね、体勢いたら立ち上がってくださいみたいなね、スタンドっていう機能があるんですけども、そういったところに活用できたりとかね、もっと正確にね、検知とか
かできるようになるかもしれませんね。合わせて使うとですけど。でまた新型のチップ搭載っていうところ、おそらく H2 チップになるんじゃないかなっていう思うんですけども、そこでやっぱ全体的な性能のやっぱ向上を期待できるんじゃないかと思います。例えばなんでノイズキャンセリング性能の向上だったりとか、音質はもちろんですし、外部音取り込みモードでね、さらに自然に聞こえるようになったりとか、そこら辺はね、多少の改善あるんじゃないかなと思いますね。外部音取り込みモードについてはね、未だにAirPods Pro 以上のね、イヤホンってないんじゃないかってぐらいね、かなり自然にイヤホンの中では聞こえたりします。ノイズキャンセリングとかね、もちろん結構強かったりするんですけども、じゃあ結構ソニーのやつの方がね、結構圧迫感とかね、閉塞感なく、自然に聞こえたり、ノイズキャンセリングしてくれたりとか、他にも強いの結構出てきてるんで、音質についてはですね、正直ちょっとどうにかしてほしいっていうのはありまして、もちろん Apple の考え方的には、原音にね、忠実、元の音を再現するっていうね、考え方と思うんですよ、おそらくね。これ良くも悪くもなんかね、普通なんですよ。それがいいか悪いかは別としてですよ。例えばじゃあソニーの、WF のね、1000X Mark IV とか、最近登場したリンクバッツ S とかもレビューさせていただいたんですけども、方が音質はね、正直全然いいんですよね。ここはちょっとね、AirPods Pro。頑張ってくれ、頼むってね、感じではありますね。あとはバッテリー性能についても、非常に改善はね、あると思います。で、先ほど AirPods のそのバッテリーのね、駆動時間の比較っていうのをね、ちょっとしたと思うんですけど、これ見た通り、ノイズキャンセリングオンでね、ノイキャン使ってるとはいえ、一応全部の3つのモデルの中でね、AirPods Pro が一番駆動時間短いんですよね、再生時間が。一番バッテリー持たないってどういうことやねんってね、感じなんで、ここが正直ね、使ってて一番どうにかしてほしい点であります。少なくとも下のモデルね、AirPods 3と同等ぐらいにはなるんじゃないかなと思いますんで、6時間とね、ケースで30時間ぐらいはちょっといってほしいなっていうところ。ただ、でもじゃあすごいバッテリー性能がね、上がるかっていうのは、正直ね、そこはあんまりないんじゃないかなと思います。というのと、やっぱりね、本体とか、多分ケース自体もね、ちっちゃくなると思うんで、AirPodsのね、第3世代と同じぐらいになるんであれば、おそらく同等ぐらいのね、バッテリー性能になるんじゃないかなっていうね、もうちょっと上がってくれればいいんですけど、あとはロスレスオーディオにね、対応する話もありまして、ロスレスなので、要するにロスがないっていうね、損失がないっていうところ、損失が少ないか。はい。で、わかりやすく言うと、要するに高音質な音楽か音源を少ないデータ量で楽しめるっていうね、ものになりますと。一般的にね、そのYouTube とかね、Spotify とかね、いわゆるその配信サービスみたいなものをですね、基本やっぱ無線接続です。Bluetooth 接続とかだと、どうしてもそのデータを圧縮してね、やっぱり送ったりするので、どうしてもやっぱ音質って下がりがちになるっていうね、どうしても有線と比べるとっていうところですけど、最近はでも結構どうですかね、耳で聞いてる感じはそんな追いついてきた感じは、正直あるんですけど、もちろん有線と比べれば劣るんですけど、より簡単にね、高音質をAirPods Pro でも聞けるようになるっていうのはね、これは非常にいいんじゃないかなと思いますけどね。ただロスレス、実際にね、じゃあそんなに違いを感じるかっていうと、ちょっと疑問なところもあるので、人によりけりみたいなところもあると思うんですけど、ここどうなるのかっていうのはちょっと楽しみではあります。で、最後ちょっとじゃあ発売時期とね、価格についてですよね。これ非常に気になるところなんですけども、まず発売時期に関しては、2022年のね、後半っていう話が多いので、おそらくそうなるんじゃないかなと思います。おそらく、秋頃の登場が高いと思いますね。具体的に言うと9月から大体11月、12月ぐらいの間っていうところですかね。これまでのね、発表日とかを見てもですね、ほとんど大体9月から12月ぐらいの間にね、AirPods Max とか含めても出てるんで、こいつは結構ね、高いんじゃないかなと思いますけどね。なんで早ければ iPhone と9月にね、登場するのか、もしかしたら10月にその Mac 関連とか、わかんないですけど iPad Pro あたりも噂されてるんで、そこら辺と一緒に出るっていうことも全然あるかなっていうところですね。はい。で、気になるね、お値段なんですけど、これあくまで予想なんですけども、なんか大体ドルだと299ドルっていう予想がありまして、前回のモデルがね、今のモデルが一応249ドルで最初出たんですけども、多分値上げするんじゃないかっていうね、50ドル上がるんじゃないかって言われてまして、これを大体ね、今日本円にすると、4万円近くになりそうな感じではありますね。円安がね、やべえよってとこなんだけど、仮にね、大体1ドル130円として、299ドルだと、大体3万8000円ぐらい感じなんですよね。なんで結構これぐらいが正直、今のね、円安を見てると現実的なんじゃないかなっていうのがあります。はい。ちょっと4万円のイヤホンなんてね、高級品って感じがするんですけども、ヘッドホンとか買えちゃいそうな値段なんで、ちょっと貴族のイヤホンになるかもしれないんですけど、
ちょっとこの価格はねって感じですけど、はい。まあね、やっぱ最近 MacBook Air とかもね、発表されたんですけども、M2 のモデルですね。詳しくはね、別の動画ちょっとね、見ていただきたいんですけども、気になる方は。Air もね、まあ大体税込みで16万円からっていう風になったので、まあ結構高いのと、あとびっくりしたのがですね、他の Mac もね、なんか、もともとあったモデルも、新しい製品がこう出たタイミングで全部価格が上がったんですよね。なので、もし、じゃあ例えば今、今のモデル AirPods Pro とか iPhone とかもね、iPad とかも多分そうだと思うんですけど、新しいモデルをじゃあ出る前にこれ買っといた方がね、絶対いいと思います。Mac の感じを見てると、おそらく新しい製品が出たタイミングで全部ね、わかんない10%から20%ぐらいね、ガッていきなりね、上がるんじゃないかなと見てますんで、もちろんね、これ円安の影響なんですけどね、円の価値っていうのが今安くなってる、下がってるってところなんで、海外製品っていうのはね、どうしてもやっぱ高くなるっていうね、ところはあります。今1ドルでまた上がってきて134円とかね、140円これいくんじゃないかみたいなね、勢いなんで、おそらく、年内にね、収まるっていうなかなか難しそうな感じであるんで、できればこれ早めに買っておくのが良さそうですね。僕はもうなんでMacBook Pro ね、3万円ぐらいに値上がりしたんで、買っといてよかったなと思いました。はい。AirPods Pro はですね、Amazon で、ちょっとお得に買えたりするので、全然今のモデルでね、正直僕はいいと思うんで、特にやっぱちょっとお値段ね、4万円とかにね、なるかもしれないんで、そこら辺特に気になる方とかは、早めにね、購入するの僕はおすすめしますはい、概要欄に載せておきますので、ぜひちょっと覗いてみてください。はい、あとはAmazon で安く買う方法もね紹介してますんで、もちろん AirPods Pro のねレビュー動画もあるんで、ちょっとこちら参考にしてもらえばと思います。正直円安の影響で、割高感はあるんですけども、3年ぶりとかになるので、なんだかんだね、AirPods Pro 第2世代もめっちゃ楽しみですね。僕はもうね、正直もう待ち望んで買う気満々なので、もうバッテリー性能死んでますんで、気になる方はね、ぜひチャンネル登録と横の通知ベルを押してちょっとお待ちいただければと思います。はい。で、またこの新しい情報とか出てくればね、もちろん動画出しますんで、お得に損したくない方はぜひね、チャンネル登録お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバイ。マジか。4万円って感じだよね。高すぎやろ。高すぎ。いや、経費になるとはいえ。怖えな。円高じゃ円安。